再生医療そのものはですね、自分の細胞であるとか自分の体の組織を使って元へ戻していこうと、再生していこうと、まさにそういうふうな医療なんですね。で、何に戻すのかというと、当然健康だった時に戻そうというふうな意図です。人の体ではもともと別に健康だったのが何らかのストレスなのか外的要因なのか分かりませんけれども、不具合を起こしていくというのが病気であったり怪我ですよね。で、そういったものを治すにあたって、今の普通の病院っていうのは当然その悪いところを検査で見つけて、そしてそれに対してその処方するというか対処療法をしていくというのが基本だと思うんですけれども、再生医療っていうのはそういうものじゃなくって、自分がもともと備えている自分を再生していく力、ちょっと言葉変えると自然治癒力なんかもそうかもしれませんけど、それをもう本当に大きくするというか増大させてですね、そして自分の力で、自分の細胞の力で自分の体を健康だった状態に戻していこうというのが目的です。細胞そのものはですね、人間の体、37兆個とか60兆個と言われてますけれども、種類にするとその動きの種類で200種類ぐらいに分かれるそうです。その中の一つが幹細胞なんですね。幹の細胞、いろんなものに分化すると言われますけど、変わっていく前の状態で iPS 細胞は山中伸弥教授が発明されました。で、私たちは間葉系幹細胞という細胞を使うんですけれども、これはもう自分たちの体の中にもともと備えている細胞になります。間葉系幹細胞そのものはその受精卵から形が変わっていって胚というのに変わりますけれども、外胚葉、そして中胚葉、内胚葉というその中胚葉に属するんですね。で、中胚葉っていうのは、外胚葉が神経であったりそういったものであるのに対して、中胚葉は循環器で心臓からの循環器であったり血管とか血液、もしくは脂肪とか骨に変わると言われています。ですけれども、この体の中にですね、間葉系幹細胞というのは生まれた時、100としますと、どんどん数は減っていってるんですね。そして10代後半、体が出来上がっていきますよね。例えば小学校1年生2年生の頃っていうのは身長1メーターの10センチ伸びたりとかしてまいりますけど、大きくなっていく時にかなりたくさん使われちゃってる。だから10代後半で 10% ぐらいになってると言われてるんですね。減るがゆえになかなか元に戻らない、再生しづらい。幼少期というか小さい頃に骨を仮に折りましても割と早い段階で骨ってくっつきますよね。高齢になられてから自転車とかでひっくり返ってこけたりして骨が折れちゃいますと、もう本当に寝たきりになられてです。理由はというよりも、要は幹細胞の数が少なすぎるので再生しづらくなって、でこれをその数を多くすることで体を再生しやすくするという、そんな状況を作ると、そんなふうな治療法になります。具体的には私たちの体の中から脂肪細胞というのをおへその横からちょろっと取るんですね。 5cc ぐらい、本当にちょっとです。その中から間葉系幹細胞というのをもう専門のバイオセンターで分けていただいて、約5週間ぐらいかけてですね、1万倍ぐらいに増やします。で、数にしますと1億2000万ぐらいの数にして、それを静脈点滴で戻します。そうしますと静脈点滴で戻った間葉系幹細胞は先ほどの自分たちの体の中の血管もですね、そこら中回りながら実際にどっか不具合が起きているところを見つけたらそこに飛んでいって張り付いていくそうなんですね。で、張り付けながらなおかつ成長因子と言われる、サイトカインというのが代表例ですけれども、そういったものをどんどん出しながら張り付いていく。そしてなおかつ張り付くんですけど、3ヶ月ぐらいするとちゃんと細胞分裂するんですね。細胞分裂して自分と同じものをまたもう一個作るんです。で、それもまた細胞分裂する。こうやっていきながら増えていくという、そんなふうな性質を持っている細胞ですので、自分と同じものを作りながらまた違うものにも変身し、そして成長因子も出していってくれるという、こんなふうな、細胞なわけです。これの数がそんだけの数戻りますので、お体は再生しやすくなっている。今のところですけれども、この間葉系幹細胞を用いた治療で、効果が出てますよと言われているのは、特にその神経系統、例えばその脊椎損傷の方が良くなっていかれてたりとかですね、それからその脳にですね、直接この間葉系幹細胞がどう左右するのかってまだまだ不明なところもあるんですけれども、脳卒中の後遺症が軽減されていってるというふうな事例もありますし、そしてもう一旦になるとなかなか治らないと言われている糖尿病の患者さんがこの治療を受けになることによって、例えばインスリンを投与されてるんですけど、半年1年の間にその投与しているインスリン量が減ってきた。つまり一旦はご自分の膵臓で作られているインスリン量がもう本当にだんだん減ってるっていう状態だったのがまた増えだしたというふうな事例も出てきておりますので、世に言う難病というか、お医者さんが治りませんよって一旦言ってるような病気が、実は自分たちの細胞による治療でですね、治る可能性が
出てきているというようなことじゃないかと思います。もう何人もの方がそうやって元へ戻っていってらっしゃる姿を見てます。ただその完治するとかいう言葉はなかなかまだまだだと思いますので時間もかかると思いますが、元へ戻るって誰も考えられなかったことが実は自分の細胞によって元へ戻る可能性があるというのを見てきておりますので、ご自分の細胞にかけてみられるというのは素晴らしいことじゃないかと思いますね。はい、この幹細胞というのは2つの能力があって、1つはいろんなものに変身するんですけど、2、3ヶ月に1回ちゃんと細胞分裂するんですよ。分裂して自分と同じものを作るんです。だから基礎的な数は減らないですね。こんな感じで、はい、だからその治療を受けになられた方が、3年4年経っていまだにちょっとずつ良くなっている事例はありますね。だから多分体の中に戻ってそれがゆっくりゆっくりですけど分裂をしながらまたその新しい細胞に変わっていってますので、お体は一生通じてというのかその幹細胞によってですね、火消し薬がたくさん来てますから、ちょっとどっか不具合が起きてもですねそこを消していってくれるので、どんどん健康の方へ行かれるんじゃないかなと思います。実際にお受けになった方の副次的効果というふうに僕らは思ってますけれども、白髪であった方が黒くなってきたりとか、もしくはそのお肌のシワがですねどんどんなくなっていったりとか、手のシミが消えたんだとかいうふうな方はたくさん出てまいりましたですね。これはそういう効果だけではなく体の中から変わっていっていると考えられると思いますので、再生医療そのものが元へ戻すということから考えると、自分たちの体を巻き戻していくということは要はちょっと若返らしていくということにもつながるでしょうから、そういう効果も期待できるんじゃないかと思います。で日本は独特っていうか特別ですね。2014年に再生医療に関しての安全化法という法律ができました。これは2012年の山中伸弥教授のノーベル賞受賞というのも、大きな引き金になったかと思いますが、2014年にできました再生医療に関しての安全化法は、一般の方がこの再生医療を安全に受けてもらうことができるようにしようと、そのような意味合いの法律で、非常にハードルも上がりましたので、どこの病院でも治療ができるわけじゃない。厚生労働省がここだったら大丈夫ですよという認可を下ろした病院で、そしてそこと関連している認可を下ろした培養施設で人の細胞を培養して、そして体に戻すと、そのような治療になっています。一般の病院でおやりになっていらっしゃることは、やはりあくまでもその外からの力を加えるというふうなことで、その患者さんの現状を何らか変えていこうとするものが中心だと思われますので、それからするとこの再生医療というのは極端に言いますと、あんまりお医者さんも関係なければですね、勝負しているのは自分の細胞だけと。自分の細胞を取り出してたくさんに増やして元に戻す、ここまでは残念ながら自分の力では及ばないので他の力は借りてますけど、その後は全部自分の力です。私たちはできるだけその患者さんにこの機会を提供するだけじゃなくって、その新しい再生医療というふうなものが私たちの民間の力でもですね何らかの提案をしていけるような、そしてなおかつ日本のこの素晴らしい医療が世界に向けてもっともっと門戸を開けるというか、多くの方にも分かっていただけるような、そんなふうに持っていきたいと思います。